で、あなたたちは何してるのって話しかけてくれて、お互いに話したら、なんとその人はそう仕事で何ですかって聞いたらもう本当に汗かいてたもう見てるだけ汗かいてた乾杯。純とクリスですね。えベイビー、今日さ、ベイビービジョンをさ、愛犬ね、ビジョンねをどこで利用する？いきます。マレとか？マレーいいよね。みんなね、マレーってごめん、みんなじゃない、ベイビーズ。マレーってパリの真ん中にあるところで、市役所があるところがあって、パリのね真ん中、その近く、その真裏にはなんと LGBT バーがたくさんあるわけよ。でそこの北の方にちょっと登るとね、10分15分かな、歩くと本当におしゃれでかわいいカフェがたくさんできてて、そう、カフェとかブティックもたくさんあるよね。そう、すごいたくさんあるの。そこに行こうかなっていうオファーです、ベイビーからの。どいいと思う。ね。なんで愛犬を利用するかっていうと、私たちね、愛犬をね、利用してるつもりはないんだよね。なんだけども、いつもなんか知らないけど利用してるよね。多分3年前ぐらい、最初にマルベイ行った時に、そういう気づきありました。そうね、私たちのほとんどの友達とか知り合いってビジョン、愛犬からなんだよね。そう、ほとんど4年前引き取って、4年前から作った友達は多分ビジョンのおかげで作りました。そう、ビジョンのおかげでね、だから私たちはいつも愛犬を利用しています初めての時はね、スペインのそのマルベイヤっていうところに行った時に、同じ犬種の犬同士だったので、同じ犬種の向こうのオーナーさんと私たちとっていう感じでね、で一緒にディナーもしたよね。そうね。なんかまず街の中あって、同じグレイハウンド持ってる、飼ってる、オーナーさんたちと話したら、そういうすぐ話になったじゃない。こっちスペイン語できないのに、あっちあんまり英語できないのに、でもすぐなんかもう友達みたいになって、なっちゃってね、次の日もディナーしました、みんな。そうよな。じゃあ食べ物持ってきます。ベイビーありがとう。ベイビーズ、ベイビーが昨日ね、なんだっけあれなんだっけ、玄米。そうだ、玄米ベイビーがしてベイビーがね、玄米とプルコギと、あとこのキュウリのやつを作ってくれたの。このキュウリのやつは、キュウリでかいでしょ。日本語の方が知ってる。キュウリはね、フランスってすんごいでかいの。日本のキュウリと違って、こんぐらいぶっとくって、こんぐらい長いのね。なので、こんぐらいの幅があります。結構大きいよね、この幅。ほら、日本の、ほら、顔もここでこんぐらいあるの。だからね、日本のキュウリの方が小さいからきっと美味しいんだよね、絶対。ね、ベイビー。昨日ベイビーそれ作ってくれて、その残りを食べてます。で、とりあえずさ、ちょっと日本と違って愛犬をね、いろんなところに連れて行けるんだよね。フランスってキャフェでもレストランでも、もうどこでも OK みたいな感じで、全員ね、どんな人もさ、すんごい犬に対して愛好家なんだよね。だからすごくね、楽。特にフランスは、スペインもそうだけど、スペインも、スペインも楽だし、最近リトアニアも気づいたらめちゃくちゃ楽。で、この愛犬のビジョンがまずね、すごいことをしたの。そうだね。とあるキャフェに行ったんだよね。で、そしてそこで普通にね、いつも通りに2人で話してて、でビジョン横にいて、横転がってたので、そしたら横にね行くマダムたちがいて、あら綺麗な人たちだなと思って、めちゃくちゃ背が高いし、めちゃくちゃ綺麗な方だったのね。でその方がお話しかけてくださって、なんか綺麗な美しい道具だねって言って、であなたたちは何してるのって話しかけてくれて、でその後になんかお互いに話したら、なんとその人はピエール・カルダンさんのミューズだったの。そう、僕ね、知らなかったんだけど、全然知らなかった。すいません。今はもう何歳だろうね。ね、なんだけどすごい身長高くて、そう、もう
フランスで多分もうレジェンドってなるじゃない？レジェンドなモデルさんみたいで、本当に綺麗にしてたよね。本当にすごいと思って、ね、いやーそんな方がと思ったんだけどビジョンはすごいなと思って。その方の名前はミレーズさんです。ピエール・カルダンのミューズだった。そう、ファッションの仕事してますかって聞かれて、そんな素晴らしいことしないですって、ただ気取ってるだけです。優しいと思ってたよね。そうそしたらミレーズさんがね、その後ずっと話しかけてくれてね、でいろいろ話したら、実はね私ね一緒にいる人は本当にフランスでも世界でも有名なシャンソン歌手なんだよねって言ったのね。歌手なんだよねって言って、知ってる？ミレイユ・マチューって言ったのね。すいませんまた知りませんみたいな。ミレイ・マチューさん知らないの？彼女はね本当に日本に何回も行って歌ったことがあるんだよっていう、もうエディット・ピアフさんの次の世代の大スターって言って、もうびっくりで、もう本当に知らなくて、この2人も本当に山の中住んでるみたい。迷惑だけれどもびっくりしたのが、そこでさミレイ・マチューさんがいきなりね歌ってくれたのよ。Quand il me prend dans ses bras、 すごいベイビー上手でなんかさ歌ってくれたじゃん。歌ってくれました、そしたらさ日本人って私が言ったら、そしたら赤とんぼって歌ってくれたの。赤とんぼの歌歌ってると思って、ねベイビー小学校の時に歌うのね。僕全然わかんないんだけど、わかんないんだけど日本語だった、小学校の時に歌う曲なの、それを歌ってるみたいな。なんで知ってるの？しかも全部歌詞してるみたいなさ、日本語で。それでびっくりしちゃって私はね。僕もめちゃくちゃ、まずねカフェの中だったじゃないそう絶対みんなフランス人知ってるわけじゃない、ミレイ・マチューさん。知ってるし、でも2人のテーブルの近くにプティコンサートだったよね。そう今度コンサートあったら行きますのでまた連絡しますっていう話で、なんとねミレイ・マチューさん知らない方もいらっしゃると思うんだけど、アバさんって絶対に著作権とかって絶対にあげなかったりするんだけど、唯一あげたのがミレイ・マチューさんとマドンナなんですって。最近ね、これは知ってる、マドンナの曲ね、これめちゃくちゃ最近だけど、なんだっけ、ギミでもミレイ・マチューは多分じゃなくて最初の方だったよね。そうっていう感じで調べたんだよ。ちょっと待って、皆さんね、ベイビーは歌う上手じゃない？めっちゃくちゃびっくり。ベイビーズもうちょっと褒めて。上手ベイビー。なんで知らないの？もう9年ぐらい一緒に住んでるのに全然知らない。なんで毎日歌わないの？誰がお家で旦那の前でうわーって歌うのよ。おかしいじゃん。まあ歌ってもいいけどね。そういう人もいるよね、きっとね。少なくてもいたらコメントして。ちょっとシャワーの中ね。そうだね。ミレイ・マチューさん78歳なんだって。嘘でしょ。すごくない？デビューは1965年で、ヨーロッパではエリザベス女王に次いで人気のある女性と呼ばれたんだって。だからアメリカのレーガン大統領と、イギリスのエリザベス女王とローマヨハネ・パウロ2多分ポープじゃない？ポープさんの前で歌ったんだって。すごいね。すごい方。それもうそういうね、大スターじゃない？大スター、そういう方々を私たちの愛犬が呼んじゃったっていう。まあでもさ、ちょっといい？毎日ね、歯磨き、足を洗う、おしっこうんちして、でご飯を食べる、走らせる、毎日やってるからたまには働きなさいって思わないですか？たまに言うよね。ビジョンやっと仕事したとか。いやもうやっとなんかいいことしたじゃないと。いや今回のことじゃなくって他のことでもなんかやっとビジョン仕事したみたいな時あるよね、たまに。可愛いんだけど、22時間ぐらい寝てる。だからたまに仕事したらめちゃくちゃ喜ぶ。そうだよね。
でそんな感じで私たちは愛犬を利用してるんだけども、次ね愛犬を利用した時の話があるのね。それ聞きたい？すごいよこれも。今回の愛犬利用した時のこの友達はもう今でも友達になっちゃってるよね、結構ね。でその方はアレクシーとダビッド。これも二人も結構最近会ったじゃない、半年前ぐらいまたパーティーで本当に同じパターンで、カフェでまあ普通にもう絶対キャフェなのよ。カフェしてたんだけど、絶対キャフェ話して隣の方2人座って、もうなんかわかんないデートしてたかわかんないんだけど、トンって見たら、話しかけたじゃない。2人もこういうグレイハウンド飼ってますよみたいな話。同じ犬を飼ってるって言って、パリだったからスペインから来てたんだって。でスペインからパリに移動するって言ってたよね。で一人はフランス人だったんだけど、そしたらまだね今愛犬がねスペインにいるからって言ってすごい寂しかったんだよね、きっとね。そうそれで話しかけてくれて、でその後に発展した会話が、まあフランスは税金が高くって僕は寝れなかったんだっていうのね。そうアレクシーだよね。アレクシーとダビッドって男性同士のカップルね。私たちと同じだ。アレクシーがさ、それで本当に最近寝れなかったんだって。税金が高すぎてかわいそうじゃない？税金をたくさん払ったんだって、でそれでもう本当に頭に悩んじゃって大変だって言って、でそういう話を最初に会った時にして、でそれでいろいろとその話から盛り上がって、じゃあまた今度ディナーでもしましょうねっていう感じでね、ディナーしたよね。そうまた今度って多分ね、3日間後だったから結構仲良くなりましたよね。なったな、でもねアレクシとダビッドとの写真がないっていう。私たち撮ってない。すごい仲いいなったらあんまり写真撮らないよね。なんか話したいからいろんななんか。そうだね。そうでもミレイ・マキューさんとかさミレイズさんとはもう会わないかもしれないから、で素晴らしい人だから写真撮らさせていただいてもすいませんいいでしょうかみたいな感じでだからみんなね愛犬ね本当に素晴らしいビジョンは素晴らしいお仕事をしています。もうアレクシー・ダビッドまで引き寄せてくれて、ねすごい人たちだったよね。アレクシー・ダビッドって何やってるんだっけ？コスメティック会社のマーケティング？違う作ってんだよ美容液とか。違った？全然違う。とあるコスメティックの会社のマーケティング、パッケージも作ってますみたいという話やったんだから、ちょっとマーケティングかな。まあアレクスは大学の先生。大学の先生なんだ。なんで知らないのベイビー？ビジネスコンサルティングって言わなかった？そうまあ大学は MBA なんかビジネス、全然わかんない。大学みたいだからまあ大学行ったことないからわかんない。いいベイビー。でも行ってみたいこともある。ちょっと行ったらすぐ飽きちゃうかもね。僕はめちゃくちゃ楽しかった。なんで大学楽しかったの？だってもう好きなことしかやってないじゃない。絵描いたりとかプロジェクトしたりとか。それで楽しかったんだ。それとみんなねハイスクール行くとバラバラになっちゃうじゃない興味。でも大学行くともうフォーカスしてるじゃない。僕は建築の大学行ったからもうみんな建築やりたい。だから興味が一緒な人たちがいっぱいいる。興味は一緒。いいね。興味一緒の人と、もう話たくさんあるじゃない。そうだね。若い時パーティーもあるし結構そのイメージあるよね大学。そうだから夜までにもうそういう好きなことをやってるじゃない。その次はもうパーティーとか行ったり。だからめちゃくちゃ楽しい。行ってみたいベイビー。今ビジョンいるしあれだから。大丈夫。もう一緒に行っても大丈夫。そうなの？そうなの？ワンコ OK？ じゃあ Me と You 一緒に行っても大丈夫。あと最近なんだけどまたベイビーズキャフェでございます。キャフェよ。キャフェに行くこと。ジュン君は
レッスン行ったじゃない？そうレッスンしてたの。ジュン君はレッスンしてた時に僕カフェにいて、もちろんビジョンと一緒にいた、普通にちょっと仕事してカフェしながら隣の方、話しかけてくれた。話しかけてくれた。できた。また犬について、最初のなんていうね、アイスブレイカーみたいで犬ってなってるじゃない？いつも何それ？なんか最初のトピックはなんか普通に Hello, what's your name って言わないじゃない？話すきっかけがワンコってことだね。アイスブレイカー、英語になると。でだから弟子もいつもアイスブレイカーってなってる。方も全然多分犬も飼ってないし、そこまで興味ないかもしれないんだけど、アイスブレイカーは素敵な犬とかって言ったら、ありがとうございますと、何してますかみたいな話になって、僕はインテリアデザイナーって言ってて、いろんな仕事の話すぐになる。結構言うんだよ、こっちの人。 What do you doing in your life? What do you do in your life? って言うの。あなたの人生何やってるのみたいな。すごいね、なんかいろいろ全部話しちゃったよね。もう話すことないよね、次やったらっていうぐらい話すよね。と結構話す。もう本当に全然知らない方。そう、バリアがないんだよね。バリアがない。もう全くこの友達の名前ぐらい知ってる、最初の10分で。付き合ってる人の名前まで知ってる。だから面白いじゃない？でも方は仕事で何ですかって聞いたら、ダイヤモンドディーラーと言ってて、毎日会う人じゃないと思ってたよね。ダイヤモンドディーラーでしょ。ダイヤモンドディーラーだし、とすぐビデオとか見せて、こういうは最近作りましたみたいな、なんか僕のなんていうね、ジュエラー、と思ったら、もう本当に動画だけじゃなくて、今はクライアントさん待ってるから、こういうダイヤモンドも今作ってる中ですみたいと、箱を取ってこのちっちゃい箱と箱をもう開けて、もうめちゃくちゃでかいダイヤモンド、どこで使うと思うぐらいダイヤモンド、もう本物？そうリアルで？そうネットじゃなくてリアルで箱の中と撮ってる、もう自分でも撮ってるだし、撮らないでくださいと思って、もう本当にすごいよな。あんなになんかすごくない？これお家何軒分の料金ですかみたいな。もうわかんでも多分もうなんていうね、1億とか超えちゃうでしょ。そう、もう結構もうこのぐらいかな、このぐらいすごい、と普通にもう手でもうこれ見てくださいみたいな。見てください。もう本当に汗かいてた。かわいいね。もう見てるだけ汗かいてた。ぜひぜひ来てください。僕の店みたい。ベイビーがインテリアデザインってなんかこう感じたんじゃない？こうってキューなんかね、同じ仕事じゃないみたいで、同じ仕事？全然違いますと思ったんだけど、ぜひどうぞぜひどうぞね全然違いますと思ってたんだけど、彼は両方デザイナーじゃないみたいってなってて、そういうそっちから見るとそうだね、同じ仕事ですよねみたいな。ベイビーがそういう話聞いてて、へえそうなんだ、よかったね。でもなんかこう似てるのか分かんないけれども、そういう人だってねっていう話してたの。多分給料が似てない。しょうがない。でそれで話してたら、最近なんだけど、また最近だよね本当に。一昨日ぐらいにさ、ベイビーがお手洗い行ったんだよね。でその後にいきなりこの子は何犬っていう話になってて、またカフェです。そうで、ベルギーから引き取ったんだよって言ったら、僕ベルギーから来たんだよって言って、ここ今パリに住んでるけどみたいな、行ったり来たりしてるんだって。そうなんですねって言って、あなた何やってるの人生でって聞かれたから、ジュンとクリスですって言って知らないでしょ。ジュンとクリスですあれ来ない。ジュンとクリスですって言って、であなたはって言ったら、ダイヤモンドディーラーですどういうこと、どういうことって思わない？はみたいな。何これ、引き寄せ？何買わないよ私、まだ買えない。欲しい
欲しいよねでもね多分欲しいから欲しいか欲しくないかって欲しいよねあればねでまあでもさ誰もディーラーあればいいんじゃないそりゃそうだよねですよねまあそういう感じでさ2回目も同じだったから笑っちゃったよっていうそう忘れました、ねYouTube 見ると、うんたくさん見てる方いるんじゃないですか。ありがとうございますだけどフォローしてもらったらめちゃくちゃ嬉しいですかわいいお願いしますお願いします。フォローしてくださいなのでチョコ食べますあれだよねパリってそんな感じのところで普段会わない人と会えるっていうのは本当になんか学ぶんだよねそう普段会わないような方じゃないみんながビジョンのおかげでビジョンなかったら多分それがないので絶対にないと、まあビジョンなかったら多分2人であと珍しいのこの足が長くて細くてさ、グレイハンドっていうんだけど珍しいんだよねまたねパリで見るとねまあ、それもあるんだと思う大きいしビジョンってねだから多分みんな珍しくてそれでビジョンと話しかけたい時もあるんだろうねそう可愛いからね可愛いからオーナーさんたちも自分の犬一番可愛いと思ってるよね、そりゃそうだよね可愛いよね一番ねそう可愛いビジョンも可愛いユウも可愛いだからビジョンになかったら、多分ね2人ねずっと家でいるなんでかっていうと私たちさ昔はフランスのね本当に田舎の方のブロワって言ってすっごいちっちゃい町にずっと2年間ぐらい住んでたんだよねそこで結婚したところなんだけれどもすごいいい場所なんだけどめちゃくちゃいい場所はめっちゃ綺麗だけどほとんどもうゼロに近いぐらいまたビジョンのおかげの友達はいるんだけれどもなんだけど本当に2年間で1人だけどコロナの時だったじゃないそうでもなかった半年ロックダウンだったないそんなない皆さんベイビーはすごい大げさでございますもう2ヶ月だったらもう20ヶ月とかになっちゃうから気をつけてねでもちょっと待ってブロワーに引っ越ししたらビジョンすぐ取った多分半年以内で取った、なんで友達いないの多分私たち外にあんまり行かなかったんだよコロナだったからそう違うコロナじゃない外に行っても人がいないまずそれあったなんか田舎だからあんまり人いなかっただから今日はどっかに行ってまた愛犬を利用したいと思いますまた私たちハンティングしようハンティングしようと思ってますもちろん上に住んでる方とか下に住んでる方もそうだけど、みんなと話すのは本当に愉快なことだからね、すごい嬉しいいろんな人とこう会いたいよねっていうのはあります。もちろんいろんな人会いたいよね、それが私たちのジュンとクリスの一つの目標なの。なぜかっていうとずっとこう2年間ねブローで結構こうクローズしてたので私たち、だからそれに気づいていやオープンしないとねせっかくの人生だもんねって、せっかくねここにいるんだったらそれを活用しないともったいないなと思っていろんな面白い方いるじゃない周りに、だけど多分気づいてないじゃないと話し合った。特にねベイビーがすごくそれをね目標にあげたいって言って、ねなんかね分けてるじゃないなんていうねライフそうって言おう皆さんそうライフそう OK いいよ分けてるじゃない。かわいい何これ丸書いて、はい、25%と 25% は一つはソーシャルライフじゃない。そうですよね多分説明うまくできないんだけどすみません多分ベイビーが言いたいのは多分旦那さんも分からないけどなんか人生で4つに分けるとしたらその4つの中の1つで大事なものっていうのはソーシャルライフっていうことを言いたい。
だからビジョンありがとうございます。面白いソーシャルライフになってきます。本当だよね。私たち本当に愛犬に感謝でございます。ビジョンありがとう。みんなね、犬飼ってる、犬だけじゃなくて猫も飼ってる方いたら教えてください。どうソーシャルライフ。でも猫ちゃんって結構家にいること多くない？でも友達いるじゃない？散歩してるリードで。そうなの？かわいいね。めちゃくちゃかわいい猫リードでめちゃくちゃかわいくないって。犬と違ってさ、猫ちゃんってさ、こうよく言わない？なんか猫飼ってる人がこう結構自分の世界というかさ、来ないっていうか、来る猫ちゃんもいるじゃん。だけれど、どちらかって来たい時に来て、ビジョンもそうだけど、なんかビジョンはそうだけどいつでもウェルカムってなってるじゃない？そうだね。ビジョンのベッド行ったらもうどうぞみたいな。そうだね。もう猫ちゃんってさ、あんまり行くかな？行ったりする？なんか子供の時はペットいなかったし、飼ってなかったし、だからビジョンは最初のペットです。だから分からない。ビジョン選んだのはベイビーです。可愛いから。最初言ったのがさ、ベイビー、もう犬飼うんだったらもうアクセサリーでとしてかっこよくいたい。 You cannot say that それカット。アクセサリーみたいな犬、かわいそう。犬がアクセサリーってこれと一緒だからね。カットしてくださいこれでもそんなアクセサリーとして来たビジョンはこちらのダッド、パパの方が大好き。私は歯磨いてるし、シャワーもしてあげてるし、食事も与えてるのに好まれない。なんかね、何にもしないベイビーの方に行くのね。なんだろうね。アクセサリーって言ったけど最初じゃあ今日は、パリのマレーの方に愛犬を利用しに行ってきます。行ってきます。この動画がいいなと思いましたらグッドボタン、高評価ボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。 YouTube チャンネル登録もよろしくね。ではまた次回もお会いしましょう。せーの、あちゅー。